はい、ただいまご紹介に預かりました山崎総一郎と申します。この度は、このユースリーダー賞という名誉ある賞を、受賞させていただき、本当にありがとうございます。私はですね、子ども六法という子どもでも法律を分かりやすく読めるように、子どもでもということは大人も含めて誰にとっても法律が分かりやすく読めるようにする本を実は売られていないということがいろいろと調べた結果分かったといいますか、なんでだろうと。法律ってみんなのためにあるもののはずなのに、どうしてみんなが読めるように書かれていないんだろうという疑問を抱いた。それが大学の2年生の時でして、そこから翌年3年生の時に通っていた大学から研究助成金を受給して子ども六法を作った。これが一番最初のきっかけでありました。そこから気づけばもう7年もの月日が経つわけですけれども、こうして、たくさんの方に手に取っていただいて、このように、賞をいただける機会も、いただいてということで、活動が少しずつ大きくなっていって、たくさんの方の、後ろなんですかね、後押しがあってこそここまで来れたと思います。本当に改めて厚く御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。さて、今 YouTube を通じてこの授賞式のことをご覧になっている皆さんは、ご自身いじめられた経験とかっていうのはおありでしょうか。その当時のことを思い出してどういうことを今改めて考えるかっていうのはきっとお一人お一人違うと思うんですけれども、ちょうど、ここ1週間ぐらいですね、印象的な話があったので、今日はそのお話をさせていただきたいなと思います。今回、若者力大賞ユースリーダー賞をいただくにあたって、学生たちとまさに私が子ども六法を作った当時ぐらいの年代の子たちと、いろいろとディスカッションをする機会があったわけですが、まさに子ども六法のような発想を生み出したりとか、プロダクト、ものを実際に形にしたりとかするときに、どういうふうに考えたらいいのか、そんなことを、偉そうにレクチャーをするということがありましたけれども、その時にずっと私が言っていたのは、実はこの子ども六法というプロダクトは、とても独りよがりだということを言っていたんですね。なぜかというと、子ども六法っていうものが欲しかったのは、自分が小学校の時にいじめの被害に遭って、その当時の自分が欲しかったものだと。だから実際、子ども向けの法律書なんていうのは、ほとんど世の中に出されていないし、出されているものもあまり、イメージなんですかね、知名度が高くないというか、売れているわけではない。そうするとひょっとしたらニーズってないかもしれないっていう話になるわけですね。もしかしたら子ども六法なんて誰も必要としていないかもしれない。そうであっても、たった一人、小学生の時の自分を救うために子ども六法っていう本を世に送り出す。そういう発想で作った本でした。それが結果的には多くの方の金銭に触れたというか、共感をしていただいて広く受け入れていただくことができたわけですけれども、おそらくこの子ども六法に続くであったりとか、その社会課題を解決しようという若者発信の新しいプロダクトであったり取り組みであったりっていうのは、自分が短い人生であっても生きてきた中で、世の中こういうとこおかしいよ、で自分はここ何とかしたいよっていう自分の原体験と密接に関わったもの、それがきっと他にもう一人二人自分と同じような悩みを抱えていて、それを解決してほしいなと思っている人が実際にはいて、そういう独りよがりな取り組みっていうのも、やがては広がっていくし、それを実現する中には非常に苦しい道のりってたくさんあるわけですけれども、自分の原体験に結びついているからこそ乗り越えられるんだというふうに思います。今日このスピーチの頭にはですね、皆さんいじめられたことありますかと、どういうふうに思い出しますかという話から入りましたけど、こうして子ども六法がたくさんの方に受け入れられていってっていう中で、当時の、小学校の同級生ですね、私がいじめられていた時の、別に仲の悪かった子じゃないです。むしろ仲のいい子です。その子に僕の本がテレビとかで紹介される、そうして新聞とかにも出てメディアでたくさん取り上げられている中で久しぶりに連絡が来ました。その時に言われたのは、僕山荘っていうふうに言われてたんですけど、山崎総一郎なんて、山荘っていじめられてたんだっ
知らなかったと言われたわけですね。いじめで左手首骨折するぐらいだったんですけど、当時の仲の良かった友達も自分がいじめられていること気づいてなかったわけです。いじめから逃れるために中学受験もしたし、結構激しいいじめだったと自分では思ってはいるわけですけど、やっぱり周りから見てそのいじめっていうものはすごく見づらいものだと思うんですね。そして僕自身その当時を思い出して一番嫌だったなとか辛かったなとか思うのは、どちらかというとそのいじめの加害者の方、そういう子が憎くて子ども六法っていう法律を書いた本を出して、もうそういう子たちはもう今からでも訴えてやりたいというふうに思っていたわけではなく、どちらかというならばもうそういう子たちもいじめに駆り立てられるような環境に身を置かなければならなかったという意味では大人の被害者だと思っていた。そして自分自身もいじめの被害に遭っていて誰も救ってくれなかった大人が、そういう、学校の先生であったりとか教育委員会であったりとか、そういう大人たちの対応を見て、そういう大人を動かしていくためにはどうしたらいいんだろう、その発想で動いているのが子ども六法を起点とした子ども六法プロジェクトです。これからも子ども六法プロジェクトっていうのは、なので子どもたちに逃げの選択肢を与えていくというか、その逃げの選択肢の中には大人を動かす方法、それを一緒に考えていこうよというプロジェクトとして動いていきたいと思ってますし、他にも原体験しっかり持って独りよがりでも、自分が悩んだことっていうのはこれだったからこれを解決したいんだという思いを、一つ一つ形にしていきたいなと思っています。最後にその独りよがりっていうことについてもう一つ付け足しておくとですね、やっぱり世のため人のために生きろとずっと言われて育ってきているわけですけれども、実は自分の幸せを実現する、または自分を不幸に陥れている社会の仕組みとか理不尽があるんだったら、それを解決するために動いていくっていうことは、実は独りよがりなようで、ひいては社会を良くしていくことにつながっているというふうに思っています。いじめっていうのは非常に辛い経験ですから、受けた人っていうのが必ず向き合わなきゃいけない経験だとは思いません。もういじめのことなんか忘れて、いじめのことなんかあえて取り組むなんてことせずに、全然関係ない人生をかつていじめの経験がある人も歩んだらいいと思いますけれども、どうせ当時僕のことをいじめていた子、加害者だった子たちは子ども六法をもし見ていたら、あの時悪いことしたななんて絶対思ってないと思います。結局自分が加害者になっていたっていうこともきっと覚えていないであろう人たちのことをいつまでも思い出しながら人生を歩んでいくんじゃなくて、自分の場合はやっぱそれでも乗り越えるっていうことができなかったので、こうして子ども六法を形にするという形で取り組んでますけれども、時には忘れたりとか全然関係ないことをしたりとか、またはいじめとは関係ないんだけどこれ問題だなと思っていることに取り組んでみたりとか、そうして一人一人が自分なりの幸せを追求していく社会になればいいなと思っています。というわけで、本日はですね、ユースリーダー賞をいただきまして本当にありがとうございました。改めて厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。山崎さん、ありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。